中東危機が起こっても日本政府は何もしないという前提で政府批判を行っていた日本の左翼界隈は全くの的外れでした。アメリカのトランプ大統領がイランとの間で戦闘終結に向けての合意を結んだと発表しました。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は中東情勢。日本にとっても非常に重要な中東情勢の推移については、ここ最近は解説動画を作ってきませんでした。それというのも、トランプ大統領の発言があまりにもコロコロと変わるために、結論として実際どうなるかは分かりませんよという結論を伝えるしかないような状態がずっと続いてきたからです。ただ、今回の戦闘終結の合意に関しては、一歩前進と評価することができるので、改めて今回は現状どうなっているのか、そして今後の見通しなどについての解説を行っておきます。まず最初に結論。トランプ大統領は軍事行動という部分については勝利を収めましたが、全体の外交やもしくは戦争という意味においては敗北に近い無残な結末を迎えようとしています。なぜこのような結論を述べているかといえば、アメリカやイスラエルによる攻撃はイラン軍に対しては圧倒的なものでした。この評価それ自体は全く揺るぎないものです。それこそイランの上空にアメリカの戦闘機などが直接乗り込んでいって各地に空爆を行いました。これは明らかにイラン側の防空体制をほぼ完全に封じ込めた上で軍事的な優勢を保ったのです。イランは少なくとも国家の体を成しており、中国製のレーダーや対空兵器なども入れていましたし、同じく付き合いのあるロシアからも数多くの兵器を輸入していました。ですから武装ゲリラ程度といったようなものではなく、きっちりとしたそれなりの軍事力を保有していたのです。それにもかかわらず圧倒的な航空優勢を維持し、様々な兵器を破壊していったわけですから、戦術面における優勢は米軍の方が圧倒的に評価が高くなります。しかし今回の場合だと、そうした軍事的な評価とは全く別なところでの戦いが進んでいきました。それが経済戦争です。イランはホルムズ海峡に対して圧迫を加え、中東から輸出される石油や天然ガス、その他の関連製品などについても同様にして流通を麻痺させました。それによって国際価格は上昇し、実際に物が入ってこない国々における様々な経済的な被害が拡大していきました。そして直接的に中東の原油などに頼っていないアメリカにおいても、国際価格の上昇に伴ってアメリカ自身も経済的な打撃を大きく受けました。これは国民生活にも非常に厳しい影響を与え、アメリカの中間選挙、つまり政治的にもトランプ大統領にとって打撃を加えようとしているのです。だからこそ今、トランプ大統領は交渉の決着を急いだと言われています。一方でイランの方は地形的に非常に険しい地形の国であり、空爆をいくらされたとしても地下に潜ってある程度の戦力を隠しきるといったことができています。また、ホルムズ海峡を封鎖することに関しては、すぐ目の前にある海なわけですから、攻撃をすることによって物流を止めることそれ自体はそれほど難しいわけではありません。しかし世界的に与える影響そのものが外交カードとして非常に有効になってしまいました。さらにはイラン国内における政治的な駆け引きは明らかに革命防衛隊のような軍事力を伴った組織により傾き、トランプ大統領が望むようなアメリカの言うことを聞くような政権へと変わったわけではありません。むしろアメリカによる攻撃によって主要人物が次々と殺害されたことによって、ますますトランプ大統領の制御の効かないような権力体制へと移行していると言われています。ただそうは言ってもアメリカやイランから攻撃を受け続けるというのも当然イランとしても経済的には行き詰まるものですから、どこかの地点でこの戦闘状態ギリギリの状態を解消する必要がありました。そのようにしてアメリカとイランとのそれぞれの理由に伴って今回の戦闘終結へと向かったと考えられています。じゃあ今回の戦闘終結で中東危機が完全に過ぎ去ったかといえばそういったわけでは全くありません。というのも今回戦闘終結についてたとえ合意を行ったとしても、この後トランプ大統領には大きな問題が待ち構えているからです。それがイランの核開発計画を完全にやめさせることができるかどうか、オバマ大統領の結んだ合意案を上回ることができるかどうか、これがトランプ大統領にとっては大きな問題になるからです。
トランプ大統領自身はもうイランの核兵器開発は諦めさせることができる、そうした合意はできたんだという話を行っていますが、イラン側からはそのような話はまだまだこの後の交渉次第であり、必ずしもアメリカのトランプ大統領の言う通りではないといった声明などもたびたび出ています。ですからアメリカ国内においては、オバマ大統領の合意案を超えるとは言っているが、イラン側から突きつけられた制裁解除に伴う3000億円程度のお金がイランに渡る可能性があり、これはオバマ大統領の言っていたような話と比べると、むしろトランプ大統領の方が悪化しているじゃないかという指摘などもあります。しかもイラン側は速やかに制裁解除に伴って莫大なお金がイランへと戻ってくるんだという話をして、アメリカは逆にある程度の交渉がまとまった段階で少しずつ戻してあげるというような話をしています。このあたりも全く話が噛み合っていないこともあり、戦闘終結の合意をたとえ結んだとしても、その後の外交交渉においては全てが破談に向かうような展開も十分あり得ます。一方で中東情勢というのはまさにイランとアメリカ、イスラエル、これらの当事者の国々における問題をその他の国が悪影響を受けるという構図となっていました。日本もまたその中の一つです。日本は中東原油に非常に頼っていた国の一つであり、ホルムズ海峡が封鎖状態になってからは、ほとんどのタンカーが現地に留まったままというような状態に陥りました。わずかに出てきた船だけでは、従来の物流量を確保することができません。それだけに日本国内においては高市政権のせいで石油が入ってこなくなったであるとか、日本経済は6月にはもう破綻してしまうだろうみたいな話をする自称専門家などもいました。ちなみにこの自称専門家の言っていたことというのは前提条件として何もしなければというような条件をつけていました。ところがここにも一つ問題があって、実際に何もしなくて完全に中東原油が入らなくなるような状態というものがずっと続くというような条件そのものがちょっとおかしな話であり、しかもあたかも高市政権はこの問題に対して何にも対策を打たないし、完全に放置するし、日本経済が行き詰まるのを日本政府は指を加えて待つだけだという前提での批判をその後も繰り返し行いました。しかし現実においては全く異なっています。というのも、ホルムズ海峡からタンカーが出てくることがちょっと難しいぞとなって以降、日本政府やもしくは各企業は従来とは違った場所からの調達をどんどんと進めていきました。そのため、企業だけではちょっと難しい大幅な輸入増加といったものを成し遂げるために、アメリカからの輸入量は一気に前年同月比10倍という非常に大きな増加を見せています。これに伴って高市政権では7月の輸入量は前年同月比10割、つまり前年と全く同じかちょっとそれよりも多いぐらいの量を確保できたと発表しています。さらに今後の見通しについても、たとえ今のような状態が続いたとしても2028年までは全然大丈夫ですよというような非常に長長期の見通しなども示しています。ですから2026年6月で日本経済が詰んでしまうなんていう話は全くの的外れということになったわけです。またそもそもこうした批判の前提条件もまたおかしなものでした。日本は周辺国に比べて明らかに国家備蓄の量が圧倒的な多さであり、それを勘案していないというのもおかしな話です。代替調達を進めることにより、この国家備蓄についてもどんどんと放出する必要が全くない状態だと政府は発表しています。そしてもう一つ、高市政権が今回の対応においてうまくやったなという面があります。それが消費量を抑えろというような、いわゆる経済に対するブレーキをかけなかったことです。例えば国家備蓄が全然なくて、このままだと大変なことになると対応した国々があります。隣国のフィリピンなどではこうした国家備蓄の少なさと代替調達を進めることがちょっと難しいぞということになって、エネルギー関連の非常事態宣言を行い、ある程度の経済の抑制といったものを図らなければならない状態となりました。これは他の国々においても同じことで、公共交通機関の利用促進であるとか、公共施設の休日を増やしたり、経済活動そのものについてもある程度の抑制を図るというような国は他にもいくつかありました。
それに比べると日本の対応というものは、非常に落ち着いた対応であり、経済に対するブレーキをかけなかったことは、これは非常に重要です。結局みんなに向かってエネルギーをもう使うなというような話をすると、それに伴ってお金の巡りそのものも大きく後退することによって、自発的な景気後退を引き起こす可能性もあるのです。そもそも国家備蓄の量とある程度の見比べを行った場合において、消費抑制を言い出すのであれば、もっともっと後の話だったはずです。まだ万全な状態の時から消費抑制を進めようと進めていた人たちは過剰な反応だったと言えるでしょう。ただ、これで全ての問題が解決したというわけでは当然ありません。そもそもこの中東情勢についての解説以前から行っていますが、決して忘れてはならないのが、代替調達を進めることイコール、従来に比べればコストはどうしても上がるということについては忘れてはならないからです。例えば同じ中東からの輸入に関しても、従来のホルムズ海峡を通るのとは全く別に、東海側からの輸入といったものも進められています。その他北米も南米も調達地域として加わってきているわけなので、より遠い地域からの輸入といったものも進めています。さらに原油というものは取れる地域によってそれぞれの質が異なっています。日本が中東原油に依存していたというのはイコール、同じような品質のものを大量に輸入することによって生成段階における最適化といったものも進めていた面があります。様々な地域から輸入するということはそれぞれ質の違うものを混ぜ合わせなければならないという設備面におけるコストアップもあったわけです。ただしこれはあくまでもコストの増加の要因であって、決して他の地域から入れたからもうそれらは全く使えないといったような話ではありません。そのように中東原油に頼っていた日本は他の代替調達先をどんどんと開拓することによって、もはやホルムズ海峡の封鎖状態が続いたとしてもなんとかやっていけますよというような状態を作り出すことに成功しています。これは明らかに何もしなかったからではなく、ありとあらゆる手を尽くして問題解決に取り組んだ結果です。もちろんその代償として先ほども述べたようにコスト高という問題が残っています。あともう一つは、このホルムズ海峡の封鎖解除が本当にトランプ大統領の言うように進むのか。進むことさえできれば当然物流網が以前の状態へとだんだんと戻っていくわけですから、世界的な原油価格の高騰についてもどんどんと落ち着いてくることとなります。実際今の石油相場においても1バレル80ドル程度といったような段階へとある程度価格が落ち着いてきており、一番悪いような1バレル100ドルを超えている水準というものはだんだんと過去のものになろうとしています。ちなみにトランプ大統領はもはや国際海峡としてのホルムズ海峡の状態が戻るような話をしていますが、イランの方はサービス料という形でちょっとお金はもらうよという話を未だにしています。通行料ではないサービス料だ。名目を変えただけで実質的なみかじめ料を求めているこの行為そのものについては変わっている気配はありません。そしてもう一つ問題なのは、戦闘終結の合意ができたとしてもその後の核関連の合意についてはできるかどうか全く見通しが立っていないことです。トランプ大統領はいやいやもう完全にこの話は片がついたんだという話をしていますが、残念ながらこの発言については信憑性やもしくは説得力といったものがありません。なぜならばこうした話をするのはすでにアメリカの報道機関の計測によれば、40回はそのような話が出ており、毎回そのような話をして、またその後にはやっぱり攻撃するといったような話が出てくる。コロコロとあまりにも変わってきたために、今回の発言が本当にそうなのかは結局やってみなければわからないんでしょという、その程度の信用レベルに落ち着いています。さらに不安定要素というものはアメリカ以外にもあります。今回の戦闘終結の合意に関して、イスラエルがこれを妨害する危険性といったものもまだまだあるからです。これはイスラエル国内における問題としてネタニヤフ首相が政治生命の危機にあり、戦争を続けることそれ自体が彼の政治生命の延命につながっているという問題があるからです。さらにはイランの支援を受けたヒズボラのような組織に対してイスラエルの戦闘行為ができなくなること、それ自体を問題視してやっぱりもっともっと攻撃すべきだという意見がイスラエル国内に根強くあるという問題もあります。トランプ大統領はネタニヤフ首相に対して非常に激しく怒ったというような報道もアメリカの報道機関アクシオスなどでは
報じられていますが、この話が本当であるならば、トランプ大統領のコントロールを離れて、イスラエルがまだまだ軍事活動を行い、この戦闘終結の枠組みそれ自体を破壊する危険性はこの先もあるのです。戦闘終結への合意、この見通しが立ったとして日経平均は過去最高値で場が閉まるなど、ものすごく前向きな受け止めを行っています。その背景には、たとえこの後話がこじれたとしても、結局日本政府や日本企業は様々なところで力を尽くして、たとえこのままうやむやの状態でホルムズ海峡の封鎖に近い状態が続いたとしても、なんとなくやっていけるなというような見通しも立ちつつある。このあたりについても今の市場に対してポジティブに働いていると見た方が良いでしょう。ですから次の問題はもう石油がなくなるみたいなような話ではなく、価格面について早く抑えるためにも中東情勢早く収まってほしいなというようなところに論点が移るべきなのです。また政府批判のそのやり方などについても、あたかも日本政府が何もやらないといったような前提での話というのはちょっと待てよと話を冷静に聞く必要があるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見よったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメント、そして中東情勢関連についてのあなたの見通しなどについてもぜひともコメントしていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。